むちゃくちゃ後悔されてるんじゃないかな。もともとは亭主関白っていうのかな。とにかく欲張りな方、器以上のことを欲張ってやろうとする。なかなかコーツつけられずに自分を大きく見せてしまう人だよっていうメッセージが来る。で、あなたには亭主関白な態度で当たる。なんかあなたがね、主張しようもんならものすごく怒るんじゃない。その主張がこの方を否定するようなものだったら仏頂面でふてくされる。本質的に自分に自信がないから。だからあなたに立ててもらわないと、男としての自尊心をよいしょしてもらわないとダメな方だよっていうのが出てる。俺についてこいと言わなくてもお前は俺についてくる。そんな根拠のない自信を持ってらっしゃる方、俺のそばにいて当たり前なんだ。熟年離婚で逆見下り犯を食らうタイプの方かもしれない。ものすごく後悔してるってメッセージが来る。見てごらん。だってクイーンが3つだよ。クイーンソーズ、クイーンペンタクル、クイーンカップで、さらに、女帝も来てるんだけど、相当苦しいんだと思うんだよね。その思いがあなたの中にある。もうこの方に何の配慮することもない。あなたの中にある力を解放した。この方の権威っていうのはもうここに萎縮しちゃってるよね。猛烈に反省してるっていうね、メッセージが来る。暗闇には落ちてるんだよ。魔導なのかな。おい、俺はここにいるよってね、メッセージが聞こえる。でその魔導からね、あなたにいっぱい念を送ってくる。でこの念がね、結構純粋な念を送ってきてるんだよね。なんか魔導でなんか悟りを開いちゃったのかもしれないね。まずあなたに許しを請うてるっていうのと、あなたとの関係性の中の美点っていうのを改めて思い返して、自分が良くなかったって。でまだあなたがね、来てくれるもんだと思ってるのよ。俺は改心したよって。俺はまだお前を導けるよって。新しい世界見つけたんだ、一緒に行こうよって。あなたが来てくれるもんだと信じてんだよ。暗い暗闇にね、落ちちゃってんだけど、そこでいいことなのか悪いことなのか、ちょっと悟りが半開きぐらいまで行っちゃったのかもしれない。結構そのあなたに飛ばしてる念に悪びれた、感じがしないんだよね。
結構良質な念を送ってきてる。なんて言うんだろうな、魔導大将軍みたいになっちゃってるのかもしれない。変なところに転がり落ちて、そこで初めて改心してね、自分を高めている。でそこからあなたにメッセージを送ってきてる。今となってはもうあなたのが圧倒的にね、もう強い力を持ってるっていうのがね、伝わってくるね。やっぱり移動、移行、別天地を目指すとか、自分の中の弱さとかをしっかりと見つめ直して移動するトランジションズで、シックス・オブ・ソーズなんだけど、やっぱまだあなたを率いることができるって感じてらっしゃるんじゃない？もう相当お門違いだよね、あなたからしたら。もう辛い思いしてね、理不尽な形でこの方にね、嫌な思いさせられて、だけどこの方はね、もう魔道に落ちちゃってんだけど、そこで悟りがね半開きぐらいまでしちゃって、あなたをまだ導けるんだって、あなたはまだ自分のことを愛してる、自分についてくるはずだと思ってるんだよね。でそれでいっぱい上質な念をこっちに送ってきてんだよ、あなたに。まだ私に送ってもしょうがないけどね、私に送られても困っちゃうけども、あなたにやっぱり送ってきてんだよ。あなたはやっぱ辛い思いをしたっていうことは絶対忘れちゃいけないと思う。ただこの方の念をよくよく感じてみると、ひょっとすれば何かしらこれだけ俺は変わったんだ、俺はまだお前を導けるんだって強く来るから、ひょっとすれば復縁とかあるかもしれないよね。この2枚だけ見てるとね。ただね、やっぱりこのトライアングルの体の位置にはね、このでかい岩石が来てんだよね。あなたの声が聞こえた。そんなわけないでしょって、許せるわけないでしょって、この方のとこ戻ったらまたこの方調子乗るわって、調子に乗ってもう私にもうとんでもない負荷かかるわよって。あなたとこの方の感じている、体験したことは同じなわけじゃない。同じ場所にいて2人で体現、そして体感したことなんだけど、感じてることが全く違うんだろうね。とんでもなく反省してあなたに許してほしいって言ってんのよ。本当に反省してるように思えるんだけど、それでもものすごい乖離があるんだよね、あなたとの。同じ、空間の中にいてね、同じ時間を過ごしたんだけど、全く違う体験なんだろうね。私は
男の立場で言えばさ、なんかこの方はちょっと気の毒にも思えるんだよ。俺はここにいるよって。本当にとんちんかな人だよね。そんなとこで悟りがね半端に開けちゃって、なんか自分が昇華こう次元上昇したと錯覚してる。次元上昇どころか、次元加工しちゃってるんじゃないかって、より魔道の深みに落ちてね、己の精神をこう極めてしまったんじゃないかってね、魔道大将軍じゃないけど、なんかちょっと気の毒な気もするけどね。やっぱりあなたからしたらやっぱり許せないのかな。自分が味わった体験っていうのを忘れちゃいけないっていう、今そのメッセージがすごく降りてくるね。この方は今反省してるようだけれども、やっぱり心の奥深いところにはね、今も、鋭い牙を持ってるかもしれない。またあなたが戻れば舞い上がってね、あなたに不条理な重荷を背負わせる。背負わせるのかな。宇賀神様来ましたが、やはり気をつけなさいかな、要注意だよと。2人連れ添ってるとこなんかも、やっぱりこの方のとこ戻って許しちゃうとやっぱりいけないよってやっぱメッセージ来るね。この方はとても後悔してる。あなたを苦しめたこととても本当に後悔してるんだけれども、やっぱりあなたが一番気づいてほしいことをいまだに気づけてない。この方があなたに対して一番認めなきゃいけないことを認めないままに、深く深く掘り下がって反省してしまっている。この反省自体は多分本当に反省してあなたに許してほしいって言ってるんだけど、あなたが理解してほしい肝心の部分をいまだに理解できてないっていう宇賀神様のメッセージが来ます。この方はこの方なりにとても後悔していて、反省してるんだけど、やっぱりあなたが戻っちゃうと、やっぱりこの方の悪い部分がまた一気に増幅してしまうよっていうメッセージが来る。この方のダメなところをあなたが着火してしまうって考えるとイラってくるかもしれないけど、宇賀神様はそう言ってるよ。だからそう考えるとやっぱり良くないのかもしれないね。2人が一つになって相乗効果でさ高まっていければいいけど、2人が一つになることで負の相乗効果生み出しちゃったら本末転倒だもんね。そんなリレーションシップってのは危険だよって。ただいまだに無邪気にこの方思ってんだよ。あなたとなら別天地へ行ける、もっと理想のところへ行けるんだって本気で思ってるっていうメッセージも来る。結局一番認めなきゃいけないあなたを苦しめたこと、あなたのハートをね傷つけたことに関してはやっぱり理解できてないんでしょうね。堅くなに理解したくないのかな。子供の頃にちょっと魂の成長の過程で問題がある方かもしれないね。そこで
引っかかっちゃってね、引き戻されちゃって、あなたとの関係性の中で、まあ似たようなシチュエーションを再現してしまう。でそれでこの方これだけ反省して深く掘り下げてても、あなたとの関係性の最も向き合わなきゃいけないその点に向き合えないのかもしれないね。だからまあこの方がね後悔してることっていうのはさ、あなたにとっちゃ本当にお門違いな後悔を勝手に大げさにしてるってことになっちゃうのかな。切ないぐらいに白々しい男だよ。まあだけどあなたと別れてさ、あなたを失ってまあとても落ち込んでるんだっていうところだけは認めてあげてもいいんじゃないかな。でないとあなたもすがすがしい気分で前に進めないだろうからね。悪縁でしょうね。過去がやっぱり縁深いでしょう。まあちなみにエイト・オブ・ソーズ、まあ自分で自ら囚われるっていう、カードとデビル、これもものすごい執着とか囚われるだよね。で一番大きいトライアングルの、対だけれどもデビルが来てる。クイーン・オブ・カップスのあなたをね非常に崇めて崇拝してるっていうのも出てるんだけれども、真ん中のこのねファイブ・オブ・ワンズ、こう疑似的な闘争なんだけど、あなたからすると結構白々しかったかもしれないよね。初めて会った時はとても惹かれた。初めて会ったとは思えない、昔から知ってたようなね、何千にもわたって何回も接触したような、とても強いデジャブをこの方に感じたんじゃないかな。このファイブ・オブ・ワンズのなんか疑似闘争に感ずるメッセージ、あなたを傷つけたんだけど実はあなたでなくてよかったんじゃないか。誰かを傷つけその良心の呵責に懺悔する自分自身を愛する人なんじゃないか。今となってはね、あなたを菩薩のように崇めている。今まで以上にあなたとの関わりを強く感じている。なんであんなひどいことをしてしまったんだろう。あなたに落ち度なんてなかったんだって。あ
あなたの美徳をね見つめてるよってメッセージ来る。しかしね、あなたからするとどこか白々しい。あなたに見ている菩薩はひょっとすればこの方自身かもしれないよね。菩薩という美徳にこの方が、この方自身を見てる。自分はお前に崇高なものを見出しているんだよという自分にのぼせている。本人は後悔してると思ってるんじゃないかな。何世にもわたって関係性を持ってきてると。今世も関係性を持ったけれども、やはり互いにまだ成長しきれてなかった。もしくは何度あなたと巡り合っても二人の使命、ミッションを果たすことができないことにこの方自身がもう気が触れてしまってるのかもしれないね。それであなたに壮大なイメージを、なおのことを見ている、そういうメッセージが来るな。本当はあなたと出会ってもっとすべきことがあったんだよ。だけどこの方自身ネジが一本飛んじゃってるから、おかしな疑似闘争を始めてしまった。あなたととても深い因縁を持ってる。あなた自身もやはり囚われてる。だけれども上滑りするような、気が触れたツインレイにあなたが振り回された形なのかな。こっぴどくやられたね。この方がね後悔してることっていうのはね、あなたを導けなかったことってね、ちょっと脱線したメッセージが聞こえるね。今世もあなたを導けなかったんだって。出会うべくして出会ったんだけれども、また俺は失敗したんだって。なんか失敗した自分に酔っちゃってるんだよね。あなたとはツインレイで、閉ざされたあなたの荒屋敷の扉を開くことが俺のミッションなんだって。だけど開けなかったって。むしろお前を苦しめてしまった。だからとてもなんか大きなファンタジーをあなたにふっかけているんじゃないかな。ただ危険だよ。でかいトライアングルデスだからね。フォーカスとトンネルビジョン、サイクロプス、結構ハードなエネジーを感じるけど、視野狭窄だよね、トンネルビジョン。しかしそれでもなおのことを見極めろというんだからね。この方のとの関係性っていうのを深く深く考えてみることかな。そうすることで何か紐解けるかもしれないよね。あなた自身も相当
取りつかれているっていうのが出てるから、もしくは達観したような視点で見た方がいいかもしれないね。視野が狭まったさ、この一つ目のモンスターがあなたを逃さまえたね、追っかけに来て、俺は後悔しているんだという美学の中で打ちひしがれているそのナルシシズムにまたあなたが見せられてしまうと、この術中にはまっちゃうよ。でしかも実際深いって出てるからね、縁深いって出てるから、深くなんかフォーカスするっていうのがどうだろうね。今章だけじゃなくて前章、さらにその前の章、なんか深く感じる必要があるかもしれないね。どういう関係だったのかなって。初めて会った時なぜ初めて会ったように思えなかったのか。目を閉じて探ってみると、紐解けるかもしれない。紐解けないと多分あなたもこのファンタジーから抜けられないんじゃない。やはりこの方に私の荒屋敷のね、扉を開けてもらわなきゃいけないんだわと。まだ封をされたままのね、力を解放しなくちゃいけないって。だけど忘れちゃいけないね。そのためにね、痛めつけられるようなことがあってはならないわけでね。あなたの力を解放する、あなたを開眼させることがあなたを苦しめていいという理由には全くならないから。あなたはね、逃がさまいと追ってくる、このモンスターをしっかりと注視して、注視しなさい。そうとも取れるね。それができれば、このデスがさ、この方との関係性の完結っていうことにも読み取れるよね。時にこんな風に感じるんじゃない？本当にこの方に全てを委ねたら、私はこの方と次元上昇できるのではないかしらって。本当に私が到達しなくてはいけない次元へ迎えるんじゃないのかしらって。ふわーっと。だけど疑似的闘争っていうのが出てるからね、ど真ん中に。とても強い因縁がある。だけれどもこの方と今章で演ずる関係性っていうのはやっぱり何かが上滑ってるよね。飛び込んでみなくちゃ分かんないって、再度飛び込んだらそのままもう行っちゃうかもしれない。ふわーっと。一旦もめんさん来たね。孫神様。何言ってんだ逃げろーって言ってる。ヒル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 って。そうだな。この方は後悔してるんだけれども、やっぱり
自分のナルシシズムの中の出来上がった後悔、自分自身のための後悔だから、後悔している自分を愛してるんだよ。あなたとの深い縁のつながり、それをいいことに自分でのぼせ上がっちゃってる。あなたが不在になっちゃってるんだよ。だからとてもこの方との関係性に責任を感じるかもしれないけど、少し軽薄になっていいんだよってメッセージ来るよ。もう十分考えたし、十分苦しんだでしょって。だからちょっと軽薄になりなさいって、ひょいと逃げちゃいなさいってね、メッセージが来る。でないと、悪い意味での終焉になっちゃうよって。縁深さを重んずるならさ、やっぱあなた自身も無念はあると思うよ。そこまでね、惚れ込んだ、感じた相手との愛の頓挫、それはやっぱり無念だと思うんだよね。ただやはり今生もタイミングが合わなかったんだ。あなたは準備できてたかもしれないよ。だけどお相手さんがトンチンカンな方行っちゃったんだよ。それぐらいに思いなさいって。この方があなたに投影するファンタジーっていうのはものすごくパワフルだよ。深いところからやってくるからね。だからあなたちょっと軽薄なぐらい浅い感じでね、ひょいと逃げちゃいなさいって言ったモーメン様おっしゃってる。あなたは来世人間界だな。またもう一回あなたが人間界に入れば、この方もまた人間界に戻ってくるぞ長いストーリーだよ。愛の成就には根気がいるね。自己完結型の方かな。せっかちさ、唐突さだけれどもでんと構えてる。幼い頃に圧倒的な体験とかをしてるんじゃないかな。それが原動力になってるよってメッセージが来る。あなたはこの方が何考えてるか振り返ってみると、実のところ全く分かってなかった、そんな感じがするんじゃない？なぜ私を苦しめたのか、なぜ決裂したのか、そもそも何を考えてんのか。この方はね、あなたにしたこと、
あなたを苦しめたことに関しては後悔していない、していらっしゃらないね。今もね、あなたとの愛の残りがに酔いしれてる。むせび泣いてるよ。感じ入り恍惚としてる。あなたを苦しめたのは、あなたの聡明さの中から闇のパートのエナジーを抽出するためだってメッセージ来るよ。この方は自己完結型。あなたに本音を絶対に言わない。唐突でせっかち。あまり子供に興味がない。欲しがらない。仮に子供がいたとすれば、その血統は先細りするというメッセージが来てる。この方がそういうイデオロギーを持ってる。この血脈が末広がりでは流れないよって、そうはさせないって。あなたはこの方に普通の幸せを求めたと思うんだよ。求めたんでしょう。だけどこの方はあなたの中に潜む破滅的な一面に注目してる。その闇のパートに固執してるよってメッセージが来る。今もね、あなたの愛の残りがその毒気いっぱいの鱗粉に酔いしれて灰になってるよ。肝が据わってんね。余裕しゃくしゃくだもん。2ワンド3ワンズで別に大したことないよって。幼い頃にね、圧倒的な経験をしてるはずなんだよね。本人がその経験と向かい合おうとしない。蓋をしたままだから、その負のエネジーがね、時を超えてあなたとの関係性でその表現を炸裂させてる。たまったもんじゃないね。だけどもね、やっぱりあなたにも付け入られるわずかな好きがあったんだと思うよ。ハイヤーパワー。もう俺はマジシャンだって言ってるよ。全く後悔してないね。悔しいけど。あなたとのね、ダークファンタジー、もちろんそのダークファンタジーはこの方が見た夢を勝手にあなたに見ただけ。あなたを失った今ではファンタジーがこう日韓的になってね、ダークメルヘンになってるよ。それでもこの方ハイになってる。ハイヤーパワー。俺は非常にパワフルだって。全てお見通しだって。だから今もね、勝手にあなたにね、夢を見てるよ。覗き込めばそこにあなたがいる。まだ
なたもこの方を見つめている。お前だって見つめてるじゃないかって、そう言ってるよ。ひょっとすればこの方はね、生きた人を愛せない、ネクロフェリア。あなたは生命力あふれる人、生きた人間。この方とは合わない。全く反省してないもん。もうなんかやることだけやって、この方からあなたの前から去ったぐらいじゃない。唐突の自己完結、サドンです。ただしっかり結界を張ってね、あなたをそこに閉じ込めようとしてる。この方のね、社会性の原動力は反社会性。この真理に到達したとき、この方の化けの皮が剥がれる。あなたの誠実さから救い取った愛の毒気のベールも剥がれて、この方の正体があらわになる。これを見たとき、この方の呪縛っていうのは外れるんじゃないかな。月神様、物質的エネルギー、神秘性、女性性もそうだけど、あなたから性エネルギーを今も得ているよってメッセージが来る。本当にわがままな方なんじゃないかな。あなたも例えば寂しかったりとか、孤独を恐れていたりとかね、一人になることが怖いっていうような意識でいると、この方に魂を奪われちゃうね。この方の前でいい顔しようなんて思うと、もうこの方の思うつぼになっちゃうと思う。この方が愛すのはあなたの影の部分、いわば過去の部分、もっと言えば死んだ部分、ネクロフェリアな部分を愛してる。だけどあなたは非常に生きる力にあふれた人だから、やっぱりね、この方にとは合わないよ。一緒にいると振り回されるだけ、傷つくだけ。建設的な関係性を構築できない。この方といると豊かな未来は待っちゃいない。だからこの方と一緒にいるともう自己不在になっちゃうんじゃない。自分ですら自分の良し悪しが分かんなくなる。自分が何が好きで何が嫌いだったとか、自分がいなくなっちゃうから、エネルギーを吸い取られちゃうんだろうね。あなたのその影の部分をしっかりと牛耳ってね、その手綱をしっかりと握って離さまいとする方だよ。だからそこで操られちゃうと、あなたは生きる力を失ってしまう。だけどそんなことこの方へっちゃらな方だよ。結局ね、あなたがこうありたい、自分の愛する人の前で私はこうありたいという私がこの方の前では一度も存在してなかったんだよ。そのことを認めれば、もうこの方と切れるんじゃないかな。この方ともう一緒にいる必要がない。そもそも一緒に、本当の私としての私はこの方と一緒にいなかったんだって。自分の影のパートをうまく操られて、
振り回されて傷つけられた。これを認めるのはとても悔しいかもしれないけど、認めることがこの方の、呪縛を、突破する方法じゃないかな。この方も自分勝手な方でね、唐突な方だろうからいいんですよ。突飛に動いちゃえば、あ、そういうことだったんだな、はい、さようなら。そう思えば、思うことができればさよならできるはず。いいですね。